5、非常識の法則。みんなと同じ道を歩くという王道もありますが、他人と違うルールで戦う方法もあります。みんなと同じ方法を取る必要はないのです。人と同じ方法は、みんなが通る道なので、競争が激しいのです。まず、自分が仮に一生懸命に努力をすれば、それを成し遂げることができるかどうか考えましょう。できると思えるなら努力をするべきです。しかし、努力をしたとしても不可能と思えるならば、それを自分が成し遂げることができるとしたら、他の人と違う方法ではできないだろうかと自問しましょう。そしてそれを成し遂げたいと思い続けることが重要です。私は受験で全ての大学に不合格だったので、これは浪人するしかないな、と思いました。その時、もし浪人したら、来年は志望校に合格することは可能かと自問しました。そのように自問したところ、難しいと判断しました。私は、父の会社を継ぐために、経営学を勉強したかったのですが、当時の文系大学の試験科目は、英語、国語、数学または社会でした。私は国語が大の苦手で、英語も得意ではなく、好きな科目といえば、数学と日本史でした。中学時代から国語は苦手科目で、国語以外の科目で点数を稼いでいたのです。得意科目は片方しか使えないし、浪人をして1年間勉強をしても、結果は見えています。そこで、他の方法を考えました。浪人で1年間を棒に振るのなら、大学院はどうだろう。大学院の修士課程は2年間だから、2年浪人するのと同じだ。2年浪人したとしても、合格できる自信がなかったのです。そこで、大学院に行くことを決断しました。そのため、とりあえずどこかの大学に入学する必要がありました。今から受験できる二次募集のある大学を探して受験し、その大学に進学することになったのです。大学入学後、中学時代のように目標がはっきりしていたので、高校時代に入りたいと思っていた大学の教授の書籍を集め、読み始めました。大学の授業も興味があるものが多かったので、熱心に受講し、結果的にその大学を首席で卒業することができました。入学した大学には、中部地区でナンバーワンの名古屋大学の先生が非常勤講師として来ていました。その先生の授業はとても面白く、先生とも仲良くなりました。大学内での論文コンテストでの論文や卒業論文についても多くのアドバイスをいただきました。この先生からもっと学びたいと思い、進学先をその国立大学に変更し受験しましたが、残念ながら不合格でした。しかし、中部地区の文系でナンバーワンと言われている南山大学に合格できました。大学院進学のメリットは、最終学歴を差し替えることができることです。ほとんどの人は大学院入試というと非常に難しいと勘違いしていますが、実は大学院入試は、大学入試と比べると非常に楽なのです。競争倍率は一般の大学入試より低い場合が多く、経営、経済など社会科学系ですと、試験科目は専門科目と英語だけです。英語といっても専門分野の英文ですから、現実的には専門科目だけのようなものです。もしあなたが今の最終学歴に不満を持っているなら、大学院に進学するのも良いでしょう。受験とカテゴリーで、例を挙げると、社会人入試、指定校推薦、栄養入試、4年生大学の3年時に編入試験、大学院に進学などがあります。受験以外でも、就職の場合も同様です。常識的な面接の対応では、多くの資格を持っている人や、有名な学校を卒業している人と比較されたら、不利になる可能性が高いでしょう。自分を有利にする方法は、目立つことです。例えば、同じ資格を取るにしても、周りの人があまり取っていない資格を取ってみましょう。また、人より大きな声を出すとか、人より分析をたくさんしたり、人があまりしないであろう分析をして、それをプレゼンしたりして、他人よりも
目立つよう心がける必要があります。目立つことができれば不利になる場合もありますが、多くの資格を持っている人や有名な学校を卒業している人と比較されるよりは良いでしょう。以上より、もし自分が不利な状況にあると思うのであれば、他人とは違うやり方を考えてみてはいかがでしょうか？質問。あなたは目標を達成できそうにないとき、他人とは違うやり方があるとしたら、どんな方法があると思いますか？